こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日はですね、薄口のコンビネーションレンチをね、ご紹介したいと思います。お店でもですね、よく聞かれるんですね。薄口のスパナありませんかってね、薄口のスパナは、いろいろとありますね。僕も紹介してきました。でもですね、薄口のメガネって言われるとですね、なかなかないんですね。ということで、今日紹介するのは、こちら。はい。ミトロイさんのですね、薄口のコンビネーションレンチです。薄口のコンビネーションレンチ。ね、こちらのおすすめポイントをですね、3つにまとめてみましたので、順番にご紹介していきますね。まず1つ目です。薄口のコンビネーションレンチということで、スパナ部薄いです。ね、でもコンビネーションレンチですから、メガネとスパナのコンビ。この最大のポイントは、メガネも薄いということです。はい、メガネ部がですね、スパナ部とですね、同じ厚みになってます。ですから、非常に薄いと。例えばですね、一般的なコンビネーションレンチですね。メガネ部。はい。いかがでしょう。倍とは言いませんけどね、倍ほど近い、ね、厚みになります。半分ぐらいの薄さですね。とにかく薄いということです。で、その厚みなんですけど、サイズによって、それぞれね、厚みが違います。当然ですよね。7mm から 10mm までは 4mm。そして 11mm から 15mm は 4.5mm。そして 16mm から 19mm は 5mm 厚ということで、ここがですね、スパナ部とメガネ部、両方薄いということですね。そしてポイント2つ目ですね。長さがですね、ちょっと長いということです。コンビネーションレンチの長さはそれぞれの工業規格によってね、ありますんで、長いもの、短いものあるんですけれども、JISのコンビネーションレンチの長さの規格に比べてですね、ちょっと長めになってますよということです。例えば、こちら KTC さんのコンビネーションレンチね、12mm ですね。同じ 12mm でもこれだけね、差があります。はい。ポイント2つ目はですね、JIS規格に比べてちょっと長いですということですね。そして、ポイント3つ目ですね。先ほどの厚みのところでもちょっと言いましたけども、サイズがですね、豊富にあるということです。使う場所、使う現場、使う業界によって使うサイズいろいろありますよね。そんな方々に合わせてですね、ミトロイさんの薄口のコンビネーションレンチは 7mm から 19mm まで 1mm 飛びであります。ね。ですから、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19と。はい。7から 19mm まで 1mm 飛びであるというのがですね、ポイントになります。はい。今までですね、薄いメガネが欲しいということで、メガネレンチやコンビネーションレンチのね、ここをグラインダーで削った経験のある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ね。あります。ミトロイさんで薄口のコンビネーションレンチありますんでね、7mm から 19mm で使えるサイズありましたらですね、ぜひミトロイさんの薄口のコンビネーションレンチを使っていただきたいなと思います。こちらの商品はですね、ファクトリーギア各店と通信販売で購入できますのでね、よかったらぜひ一度使ってみてください。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、ミトロイさんの薄口コンビネーションレンチでした。